はい、EB です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は2024年の2月にこのフレアエスプレッソ58プラスが我が家に届いて1年が経ちましたので、1年使ったリアルな感想をご紹介しようと思います。これからですね、フレアエスプレッソ58プラスを検討する方に向けて、私が感じていたですね、いいところと、そしてネガティブなところの両方をですね、説明しようと思います。この58プラスだけではなくて、他のレバー式のエスプレッソマシンを検討されている方の何かの参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、ECM とのですね、比較はですね、別途動画を作成予定ですので、今回はフレアエスプレッソ単体での説明とします。私の環境下ではですね、この ECM という、電気式との、使い勝手などですね、差が出てきておりますので、気になっている方はですね、今後アップ予定の動画もお待ちいただければと思います。ではですね、先にネガティブというか気になるところ、気をつけないといけないところから説明していきたいと思います。まず1つ目はですね、本体が意外と傷つきやすいです。こちらはですね、私の環境下がですね、とても狭いということもありますが、エスプレッソツールをですね、扱っているときに当たってしまうということがあります。で、結構ですね、見た目というのは硬そうに見える素材にですね、見えると思うんですけれども、実は結構繊細だなというふうに感じております。ちょっとですね、ご覧いただければと思いますが、この辺りですね、結構ですね、傷が入っているのがお分かりいただけるかなと思います。こちらはですね、このディストリビューターとかタンパーとかですね、奥側に置いておりますので、そこを行き来するときにですね、ガツンと当たってしまうということが多々ありまして、傷がついておりますが、結構ですね、思っている以上に痛い目のところでは傷がついていくということになります。で、使われている方はですね、気をつけていると思いますし、私もですね、もちろん気をつけてはおります。で、そんなにですね、突然ボキッと折れるようなですね、ことはないというふうに思っておりますが、思っているよりはタフな素材ではないということになります。これはウェブサイトで見ているだけではですね、わからない情報かと思います。実際に触ったり使ってみたりしないと気づきにくい部分かなと思います。続いて2点目はですね、洗浄のタイミングが分かりにくいということになります。こちらはですね、ホームページにも水で洗い流すだけで洗浄完了とありますが、抽出した後ですね、こちらで再度水またはですね、お湯を上から入れて洗浄をですねしているんですけれども、それだけで衛生的にですね OK なのかどうかというのがあまりよく分かっておりません。とはいえですね、がっつりこのシリンダーの中にですねコーヒーの粉がつくということもそんなにはですね、ありませんので、普段の洗浄はですね、すすぐぐらいでいいのかもしれませんが、しっかりとメンテナンス洗浄をするというタイミングがですね、分かりにくいので、自分で決めたサイクルで分解洗浄をですね、定期的に行った方がいいのかなというふうに思います。で、またですね、このシリンダーの部分の汚れというかですね、傷というところが気になります。ちょっとですね、実際に見ていただきたいと思います。ここも含めてこちらも同じような状態なんですが、ちょっとですね見にくいかもしれませんが、この部分ですね、こういうところのこの部分に白くですね見えるかと思います。見えますでしょうか。これくらいだと見えるかな。で、この具体的にはですね、この部分の汚れということになるんですが、見た目的にはですね、水道水のカルキがついてですね、白い汚れのように見えるかと思うんですが、これはですね、汚れというよりも、取れないですね、傷のようなものになっております。で、私はですね、エスプレッソを入れるときには、水はですね、浄水器を別途購入して使っておりまして、基本的にはですね、ほぼカルキはですね除去できているはずですので、明らかなですねカルキ汚れというわけでは
なさそうなんです。でその証拠にですね、金属のスプーンとかブラシとかそういったものでこすってもですね、これは取れないんですね。で、先ほども少しこすってはみたんですが、こすった後がこの状態です。でちょっと金属のものとか指で触るとですね、ちょっとガタッというふうに感じるんですが、これが取れませんので傷のようなイメージに、見えるかなと思います。金属のスプーンなんかでですねこすってみてもですね取れませんし、ひびというわけではないんですけれども、傷のようにですねちょっとガタッとしたようなですね、感触をほのかに感じるということになります。なので分類としてはですね、汚れというよりも傷みたいなイメージに感じるものになります。で使用する分にはですね全く影響はないんですけれども、その使用している使っている側としては見た目が少しですねよろしくないということが挙げられます。続いて3点目なんですけれども、オーリングの耐久性というところです。オーリングというのはこういったものになりまして、この中にですね、たくさんのオーリングが使われております。大小さまざまなものが、ありますと。このゴムパッキンのようなものですね、こういったもの、シリコンのものを使って、圧が逃げないようにして、圧をかけていくような動きになるんですけれども、このですね、私の環境のものにつきましては、この1年間ですね使ってきて、オーリングがダメになったという感じはしておりませんが、オーリング自体はですね消耗品ということになりますので、永久には使えません。いずれですね水漏れしだしたりして交換が必要になりますので、私はですね、このようにストックをしております。でただですね、今フレアエスプレッソさんのホームページを見てもですね、今も売り切れ状態がですね続いておりますので、必要な時に入手できないということがありそうです。またですね、メーカーの方にも聞いてみましたところ、使用頻度にももちろん依存するんですが、本来のですね耐久性というところでいくと、この商品自体のですね、保証期間というのが半年ということでした。なので私はですねこれを聞いたときにですね、最悪半年ごとにラーニングコストがですねかかってくるのかなと思いましたが、実際には1年ですね使えていますので、耐久性というところは気にしつつもですね、もう少しは使えそうな感じがしております。こちらはですねまた交換するタイミングが来ましたら、どれぐらい持ったかというのをですねどこかで報告しようかなと思います。続いて4つ目なんですが、4つ目はですね電源の音が心地よくないということになります。もうこれはですね聞いてもらえたら一発かなと思います。ちょっと電源を入れてみますので、音を聞いてみてください。聞こえましたでしょうか。この音がですね気になる人が多いんじゃないかなというふうに思います。家庭でエスプレッソをですね、含めてコーヒーを入れる時間というのはですね、結構至福で、心地いい時間にしたいというふうに思うと思います。でそんな時にですねこの電子音というのは私はあまりよく感じていません。例えばですね1日 2,3 回ですね電源を入れるんですけれども、朝一番とか、ランチの後とか3時のおやつの時間などにですね入れることが多いんですが、結構家族もですねこの音が気になっているみたいです。もうちょっとですね音なのか音量なのかいい感じのですね音になればなというふうに思っております。きっとですね音をなくしてしまったら電源オンオフのですね部分が分かりにくくなるなどですね問題があるかもしれませんが、音をもう少しですね小気味いい音にしていただくとか、あとはなくすか、あるいは音量をですね小さくしてもらうとか、そういうふうにですねなったらいいのになというふうに思いながら使っております。最後5つ目はですね、結構飛び散って汚れるというところになります。これはですね仕組みも関係しているんですが、必要なエスプレッソの量をですね抽出した後ですね、このブリューヘッドと呼ばれるこの中にですねまだお湯が残っています。なのでこの残ったお湯をですね最後まで出し切る、抜き切る必要があるんですけれども、下にですねカップなど用意して抽出し終わった後ですね、液体がなくなるまでレバーでですね絞り切ってあげると。
いうふうにですねして圧をかけて、水分をですね抜くんですけれども、その時にですね、空気を含んだ状態で、最後抽出しますので泡が出てきますと。でその泡のところでですね結構最後飛び散る形でですね結構この辺りが、汚れて毎回ですねしっかりと拭き掃除をしているということになります。拭いてしまえば終わりなので問題とは、捉えなくてもいいとは思うんですが、そういったところがちょっと気になるかなと思います。はい、ということで、5つのですね、少しネガティブなこともありのままにお伝えしました。やはりですね、購入しようか検討されている方はいいところだけというよりも実際に毎日使い出してからのこともですね、知っていただいた上で購入に至った方がいいのではと思います。続いてですね、良いところも説明していきたいと思いますが、先ほどお話しした5つのネガティブを吹き飛ばすほどですね、美味しいエスプレッソを入れることができますので、ご安心いただければと思います。まず1つ目ですが、エスプレッソが完成するまでが非常に早いです。これはですね、ずっと ECM を使ってきましたので、どうしても比較になってしまうんですが、めちゃくちゃ早いです。というのも、例えば1杯のエスプレッソを抽出しようという場合はですね、まずこのフレアエスプレッソプラス58プラスのですね電源を入れて、ボタンをですね、長押ししてですね2回押してですね、中温にすることが多いですと。でその後ですね、お湯を沸かし始めるんですけれども、だいたい 60ml とか、100ml もですね沸かさなくても十分な量ですので、すごく少量の水をですね電気ケトルで沸かしますということで、短時間ですぐに沸きます。でその沸くまでの間もですね、豆をですねグラインダーでひいて、ポルターフィルターにセットするということをやっていたら、ちょうどですねこのフレアエスプレッソのですねシリンダーも温まって、でお湯も沸いて、で、という形でですねちょうどですねいい時間に、準備がですね完了するということになります。なので温まるまで待つということはですねあんまりなくてですね、ずっと何かの準備をしていたらちょうど全ての準備が揃うというイメージになります。なので、時間にしてですねどれぐらいでしょうかね、2、3分ぐらい、長くても5分もかからないぐらいで抽出までですね持っていけるというのはとても早くてノンストレスだと感じております。で次の2つ目からはですね似たような内容が続きますが、蒸らしの時間を調整できるということになります。これはですねこの手動レバー式ならではのですねコーヒーの粉をですねこのお湯に行き渡らせて、で、蒸らしの時間を任意で取ることができるということになります。まだですねどれぐらいの時間が良さそうかの検証というのはできていませんが、使う豆とか、焙煎度によっても変わってくる可能性が高そうですので、固定した秒数を見つけるというのはもしかするとあまりですね参考にならないかもしれないというふうに考えております。気が向いたらですね検証してみようと思いますが、一旦後回しにしようと思っています。で話を戻しまして、基本的にはですねエスプレッソで極細引きという非常に細かく引いてですね短時間で抽出するのがセオリーということでありますが、しっかりと蒸らしのですね調整で粉にですねお湯が浸透して、言うなればですね良い成分の抽出する準備ができた状態から抽出をするといったことができると考えています。とはいえですね、蒸らしありなしのですね明確なエスプレッソの差というのはですねまだしっかりとは感じれていませんので、やはりですねいつか蒸らしの検証はしてみようというふうに思います。3つ目はですね抽出の楽しさです。これはとても大きいと思います。フレアエスプレッソ58プラスを選んだ理由の動画でもお伝えをしていたんですが、やっぱりですねこのフルマニュアルの手絞り感がたまらないですね。ボタン1つでですね抽出とはまた違った感覚で、自分で先ほど2つ目でお話ししたようなですね、例えば蒸らしの時間もそうですし、圧のかけ方、抽出にかける時間などなどですね、いかようにもできる状況下で自分自身で抽出というか、もう絞る感覚ですね。そして美味しいエスプレッソが抽出できると、味だけじゃなくてですね工程の全てで満足感が高まるというふうに思います。でうまく抽出ができてもできなくても、次はですねここを変えてこうしてみようかなとか、やり方もいろいろなバリエーションがありますので、とても楽しいと思います。次は4つ目ですが、いいところをですね考えていますと、自由度の高さが上げられると思います。先ほどの2つ目の蒸らしの時間もそうですし、3
つ目の抽出の楽しさもそうです。フルマニュアルがゆえのですね、自由度が高いということに尽きるんですね。つまり電気式ではお湯の温度もですね、基本的には一定になりますが、フレアの場合はですね、お湯の温度も自由になります。極論で言えばですね、冷水での抽出もできるというわけになります。水の温度も蒸らしの時間や抽出の時間も圧のかけ方、抽出にかける時間なども全てですね、自由に調整できるという点が挙げられると思います。最後5つ目はですね、価格です。もちろん価格のですね、感じ方はそれぞれですが、私はこの性能で約10万円は安いと、実際に使ってみて価格以上の満足感があると感じています。特に 58mm のポルタフィルターが使えるクラスのマシンかつですね、汎用性を考慮に入れて考えると、例えばですけれども、ソリスであったり、ガジア、スーパーコップ、あるいはもう少しですね、がっちりしたものを考えますと、ECM とか WPM、ロケットなどなどですね、候補として挙げてきたときにですね、30万、40万、50万、あるいはもっとそれ以上とですね、かなり高額なエスプレッソマシンも普通に目にすると思います。そういった中でデザインの好みは一旦置いておいて、スチームの機能もないですが、フルマニュアルの操作で質の高いエスプレッソ抽出を求めている場合であれば、選択肢としてはですね、十分に候補になり得るんじゃないかなと思います。でスチームはですね、なくて、エスプレッソ単体の機能となりますが、約10万円の価格でですね、あれば、私個人的にはすごくですね、満足できております。はい、いかがだったでしょうか。今回はフレアエスプレッソ58プラスを約1年使ってみた率直な感想をお伝えしました。感じ方はそれぞれなので、今挙げさせていただいたネガティブな点もネガティブには感じない方もいるでしょうし、もっと良い点もたくさん感じる場面もですね、あると思います。私が1年使ってみて頭に思いついたポイントをですね、5つずつ挙げさせていただきました。人にお勧めできるかどうかと言いますと、もちろんですね、求める要件次第にはなりますし、万人にはですね、合っているとは言えませんが、シンプルにエスプレッソ抽出の機能およびその周辺のアクセサリーやメンテナンス、そして日本語でのサポートがあるということを考えると、私個人的にはお勧めできると思っております。あとですね、まとめをしようと考えていましたところ、まだまだいろいろですね、良いところが思いついてきました。例えば、高さはですね、結構必要になってきます。ですけれども、この設置場所ですね、この面積としては非常にコンパクトというふうなですね、考え方もできますし、そして抽出の音の静かさというのもですね、付け足しておきたいと思います。で、合わせてですね、次回私が所有しているこちらの ECM とのですね、比較という目線でも、見てみようかなと思っておりますので、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、あるいはですね、フレアエスプレッソ58プラスを検討されている方のですね、候補に上がっているという方は、今回の動画と、また過去にですね、フレアエスプレッソ58プラスを選んだ理由という動画もアップしておりますので、合わせて見てもらえるといいんじゃないかなと思います。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーのレビューや自家焙煎の動画をアップしています。エスプレッソおよびコーヒー好きの方はチャンネル登録、高評価、不明点や応援メッセージなど自由にコメントいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。